はい、皆さんこんにちは。今日はですね、以前からご要望が多かったホームベーカリーでねグルテンフリーのパンを、作りたいというご希望がたくさんいただいていたので、今回はホームベーカリーを使ってパンを作っていきたいと思います。で、いつでもね誰でもが失敗しないように作りたい、ね、そんな思いで開発したのが、このホームベーカリー対応の米で食パンですね。米粉これだけで、焼いていきます。ホームベーカリーはパナソニックを使っていきたいと思います。いろんなホームベーカリーをね試してみたんですけど、一番その理想とするコースがあったので、そのコースを使って焼いていきます。グルテンフリー専用のコースがなくっても簡単にできちゃうね。パナソニックの早焼きコースの小麦のパンの早焼きコースを使って限りなく失敗しないグルテンフリーの食パン作りでは始めたいと思います。はい、ではまずね材料からご紹介していきます。さっき言った米で食パン 300g 使います。 300g ポリ袋に入れましょう。お砂糖が、3% で 9g です。お塩が 1.4% で 4.2g。 なんか微量系がない方はね 4g になったらちょっと足すぐらいで大丈夫です。小玉酵母が 6g です。 2% ね。そして、ココナッツオイル、私たち無味無臭のココナッツオイルピアココナという商品を使っています。これが 9g 入りますね。それではまずポリ袋にお砂糖、はい、お塩、はい、白神小玉酵母ドライ、これを全部入れちゃいます。はい、そしたら空気を入れて、空気ねこうやって入れてね、空気ふーって吹いちゃったらダメですよ。それ空気じゃないですからね。こうやって閉じてもらって空気だまりを作ってもらったら大きく粉回しねしてください。よく材料をここで混ぜます。はい、そしたらねコクが肝心なところ、絶対失敗したくないでしょ。で、今日は本当に特別ですよ。絶対失敗しないパン作りの法則、方程式をお知らせいたします。で、絶対失敗したくないなと思ったら必ず用意してほしいのは温度計ね。温度計でこの粉の中心ね、粉の温度を測ります。でね、真冬は粉温度がすごく低くなったらやっぱり22、3度までは戻しておいてもらいたいのね。お部屋の暖かいお部屋の中でね、23度できますね。粉温度が23度で、ここで方程式です。40っていうのはこのパナソニックの早焼きコースの基本の、答えになります。基本の数字になります。40マイナス粉温度23度ね。23っていうことは17度の給水を作っていきます。で、真冬は、それよりも2度ぐらい高く、真夏はそれよりも2度ぐらい低くしてもらうと大丈夫。日本って春夏秋冬四季があるでしょ。だからいつも同じ状態に作るためにはその方程式をしっかりと守っていただければ大丈夫だと思います。はい、それでは17度ね、17度の給水を測っていきます。 264g ね、17.1とかね、17.2、はい、いいですね。じゃあこれを今から、作っていきましょう。まずケースを出します。ケースを出すでしょ。そしたら必ず羽をつけましょう。もうね、羽をつけないで失敗することって結構あるので、はい、羽をつけますね。なんかね、静かだなと思ったら羽がついてないことがありました。何回かね、必ず羽をつけてくださいね。はい、そしたら粉を、空気をまたこれ入れてね、混ぜたら閉じ口を下にして、このまま下に空気を入れたまま入れると粉がきれいに入ります。はい、ね、粒子が細かいからね煙みたいになっちゃうね。はい、そうしましたらここで給水を入れていくんですけど、四隅に向かってなるべくね、四隅に向かって水を入れていってください。四隅に向かってね。なんでかっていうと、
真ん中にその羽があるわけよね。でくるくる回るけどこれちょっと長方形でしょ。だから隅っこまで羽がこう回らないわけよね。だからここに粉だまりがあるとそこだけスルーされちゃうの。生地が中まで水が入らないで上滑りしちゃうのね。なのでここをしっかりと水が入るように四隅ね水を入れます。ね、隅っこが大事よ。四隅をしっかり水を入れてもらったら、はい、そしたらこうざっと混ぜましょう。こんな感じでね、小麦の生地と違うのでね、生地がまとまって一緒にこう動くっていうことがないわけよね。流動的な生地になるのでちょっとねしっかりと混ぜておいてもらうといいかもね。はい、そしたらはい入れていきます。ね、はい、そうしましたら蓋をして、このタイプいろんなタイプによってコースが違うので必ず確認してください。これはね、7番早焼き食パンのコースです。7番ね、7番で焼き色は濃いめにしてください。ね、そして、タイマーも必ずちょっと用意してくださいね。タイマーを用意してスタートしたと同時に80分ね。はい、そしてスタートです。そして、今こうゆっくり回ってますね。ゆっくり回っててこれでちょっと 2,3 分待ってもらいたいんですけど、今入れちゃうと小玉酵母も一緒に入ってますからまだ小玉酵母がよく溶けてないわけね。でその時に、オイルが入ると小玉酵母がコーティングされる可能性があるわけなのでよく馴染んでからオイルは入れていきますね。で、ホームベーカリー全部オートで作ってくれると思わないでいい相棒だと思ってもらいたいんですよね。ちょっと手助けすることによってもっと美味しいものができる、ね確実に失敗しない、いいパンを作ることができるというふうにして思ってもらった方がいいと思います。もうなんならホームベーカリー名前つけちゃおうかなぐらいですからね。はい、で一緒に相棒として助けてもらうね。で今これ大体2時間のコースなんですけどとりあえず80分それはまたね80分だったらどうするかっていうことを説明していきたいと思います。でねパナソニックのいいところはね音が低い静かですね音がね。で窯も熱いので割とこう安心して失敗なく限りなく失敗しないで、パンが焼けます。音を静かに聞いておいてもらうとだんだんこう早くねなってきますね。はい、回り出したのでね、はい、ここで、ココナッツオイルを入れていきます。はい、そしたらねタイマーが鳴るのを待ちましょう。はい、鳴りました。80分ですね。そうしましたらねこれ発酵がもう終了しているわけね。ちょっと開けてみましょう。はい、こんなに発酵してますね。はい、そしたらねこれ大塚オリジナルなんですけどここにこのカバーをかけます。シリコンのカバーかけてください。もしなければアルミホイルねアルミホイルをここにカバーしてくださいね。はい、そしたら蓋をして20分かけます。20分です。20分経ったら、蓋を取ってそのまま焼き上げていきます。はい、じゃあ蓋取っていきます。熱いので気をつけてください。はい、このまま焼き上げまで待っていきましょう。はい、焼き上がりました。取り消しをして開けていきましょう。はい、こんな風にね焼き上がってきました。出し方ですけど周りをね叩いてください。はい、そして出していきます。よいしょ。
焼き上がりました。はい、皆さんいかがでしたか？本当にホームベーカリーは相棒だと思ってね、ちょっと手をかけてあげることが大事だと思います。パンの早焼きコース、それが今のところ私のこね、発酵時間とかね、いうものに一番近いコースが、パナソニックの、早焼きコースね、食パンの早焼きコースでした。そのコースを使って焼いています。それでね、表面がこうちょっとつるっとするでしょ。でこれは何かというと、途中で蓋をするからね、米粉はグルテンがないので乾燥するとね、米粉に戻っちゃうんですよ。米粉に戻ると上がこう真っ白でこうゴワゴワになっちゃうので、そうすることを防ぐために蓋をして、焼き上げます。で途中で蓋を取って水分飛ばしてね、最後まで焼き上げるというのが、大塚式の焼き方でございます。でも本当に美味しいパンができるので、簡単にねぜひお試しください。でね、誰もが失敗しないで簡単に作れるホームベーカリーのパンね、このミックス粉を使えば簡単に作れます。でもちろん普通にホームベーカリーを使わないね食パンも作れますので、ぜひこれもご活用ください。